皆さんこんにちは。レッツハドルのヒデボーです。ネクストハドルウィーク4ということで、いよいよシーズン後半戦に入ってきますね。X1 スーパーに上がるために負けられない戦いが続く X1 エリア。今日は注目試合を見ていきたいと思います。紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点ご留意ください。それでは X1 エリアの注目試合ウィーク4なんですけど、いろんなところで言われてると思うんですけど、これ取り上げない、やっぱりこの試合だなというところで、ディアーズフットボールクラブ対アサヒビールシルバースター、今シーズン3勝0敗と全勝の決戦ですよねというところを取り上げたいと思います。10月10日日曜日11時キックオフ、富士通スタジアム川崎で行われるゲームです。両チームともですね、ライスボール、でも優勝したことがある、日本一を経験したことがあるチーム同士の対戦ですが、一時ですね、ちょっとつまずいたというか、2018年シーズンが厳しい結果に終わってエリアに、落ちてしまったんですけど、でもエリアの中でもずっと、強さを維持しているチームなので、もうこの機会に絶対スーパーに上がって、日本一を狙うんだという意気込みが強いチーム同士の対戦です。実は2020年はディアーズが勝利をしているんですが、2019年はアサヒビールが、11点差を最終的には上げて勝利しているということで、本当に読めないですね。この2チームはどっちが勝つか、下馬評的には一応アサヒビールかなとは言われてますけど、いや全然ディアーズあるなと思うので、ちょっと楽しみな試合ですね。この試合注目ポイントなんですけど、結構似たチーム同士の対戦だなと思ってます。というのが、ベテランが引っ張って若手が躍動するというようなスタイルなんですね。スタイルというか結果的にそうなってるっていうところではあると思うんですけど、お互いですね、若手の選手がどんどん入ってきてて、20代前半の選手大変多いというような形です。でそんな中、引っ張っていってるのはディアーズの方でいうとワイドレシーバーの前田選手、そしてランニングバックの宮古選手、お二人とも35歳を超えて、というところでチームでも最年長のお二人ですよねというところが引っ張ってます。で一方のアサヒビールの方ではワイドレシーバーの徳良選手が35歳で、オフェンスラインの島野選手が38歳、このあたりがベテランで引っ張りつつ、そして、プレーで見せてくれるのは、30歳、こちらもベテランのワイドレシーバー林選手というようなところが引っ張りつつ、若手の選手がどんどん新しく入ってきてフレッシュな活躍を見せているというようなチームの対戦になります。でプレッシャーですよね。お互いラインが強い、ディフェンスライン強いので、いかにオフェンスラインがそこに対応して、でお互いロングパス狙ってると思います。ロングパスをやっぱり一発決めるとリズムに乗るっていうのはあるので、いかにプレッシャーを返してロングパス決めれるのか、そういう意味で言うとアサヒビールのクォーターバック田中選手の方が機動力があるっていうのではちょっと有利かなというところはありますね。ライン戦、そしてワイドレシーバーとディフェンスバックの対決にも注目で、お互い強力なレシーバーいるんですけど、ディフェンスバックも全然負けてない活躍を見せられるというところをこれまでの試合でも見せてますので、いかにこれができるのかっていうところですよね。ディアーズの方でいうとノーハドルでどんどんアップテンポなオフェンスを仕掛けるというところがあるので、そこがリズムに乗れるのかっていうところと、アサヒビールの方は相手のディフェンスを見ながら柔軟にプレーを変えてくる印象があるので、有馬ヘッドコーチがオフェンスコメンターもしてますけど、そのあたりの戦術という意味でも、対決が注目だなと思います。で注目選手に挙げているのは、お互いのオフェンス帰ってきたエースレシーバー対決、2015日本代表での同志も注目の一戦と書いています。ディアーズというとワイドレシーバー11番の前田直樹選手、立命館大学出身ですね。でそして、アサヒビールでいうとワイドレシーバー83番の林優太選手、日本大学出身っていうこのお二人なんですけど、実は2015年のアメリカフットボール日本代表で、一緒にプレーをされて、オフェンスチームでプレーされたという経験もあるというところで、おそらく交流や親交もあるんじゃないかなと思うんですけど、お二人ともですね、実は大怪我を、されて、2年ぶりですかね、にシーズンに戻ってきたというような
選手になっています。お二人とも引退を考えるほどの大怪我だったということだったんですけど、なぜ、またプレーをしようと思ったかという、きっかけの一つにお二人とも挙げられているのは、ワイドレシーバーオービックシーガルズで現役の木下紀明選手を挙げておられました。木下選手が、林選手に言った言葉で言うと、怪我をした選手って戻ってきたら必ずもっと強くなるんだというような話をされていたりとか、前田選手にも、やめへんやろっていうような声掛けをされていたとか、いろんな話があるんですけど、そういった同志がですね、声をかけて、戻ってきたというところも一つあるので、実際ただ戻ってきただけじゃなくて、やっぱりスーパープレーを2人とも、見せてくれているので、プレーでチームを引っ張っていくこのお二人に、まずは注目というところだと思います。そしてただベテランの2人が頑張ってるだけじゃダメで、若手の選手ですよねが前田選手なんか特に、インタビューでも檄を飛ばすような言葉を言ってましたけど、ベテランが、ベテランが活躍してる現状を見て若手はどう思うんやと、そこを考えてプレーせなあかんということをおっしゃっていたので、どのような化学反応が起きるのかっていうところは注目ですね。ということで、得点勝敗予想を今回もしてみたんですけど、下馬評でアサヒビールと言われてるんですけど、僕はディアーズあるんじゃないかなと思ってます。1試合目ですね、電通戦苦しんだんですけど、前田選手の活躍もあって逆転したっていうのは、このチームにもたらした影響という意味では大きいんじゃないかなと思ってます。競ることが予想される中で、ディアーズの方はチームとしての一体感みたいなことが出てきているなということを感じるので、そこで、フィールドゴール差分、勝つんじゃないかなと思ってます。ただアサヒビールの方が、下馬評で言われている通りやっぱり強いなというところもあるので、ちょっと予想が当たる自信もそんなになかったりもするんですけど、ディアーズがここで勝ってくれると、シーズン的にも面白くなるので、ぜひ、いいゲームを見たいなと思ってます。ウィーク4その他の試合予定こんな感じです。この試合以外にも、結構ですね、似た戦力のチーム同士の対戦も多いですし、名古屋サイクロンのまた電通相手ということで、ちょっと、どんなプレーを準備して戦ってくれるのかっていうのも注目です。そしてイコールは福岡サンズペンタオーシャンパイレーツも、ここもですね割と戦力的には似ている部分もあるのかなというところも思いながら、福岡サンズの方がタレント力は今はあるのかなというところで思うんですけど、ここの、対戦注目ですね。その他のゲームも、注目試合ばかりなので、詳細は QR コードから X リーグホームページで確認してください。X リーグ TV で、アーカイブ見逃し配信も含めて、見れますし、ライブ配信でもちろん見れますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、ディアーズとアサヒビール、どんなゲームになるのかまだちょっと予想つかないところもありますけど、やっぱりパスっていうところがポイントになってくるのかなと思うので、ぜひぜひ皆さんもロングパス決まるかなというところを注目しながら見てもらえたらと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。今日もありがとうございました。